この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は線を汚く描くコツを紹介していきたいと思います。でね、ちょっと冗談っぽく始めましたけど、大真面目です。やっぱりですね、絵の講座をしていて一番多く聞かれる質問、それが線の質問です。でもこれって当然のことで、線は絵の印象を最も大きく左右する要素の一つです。線の良し悪し、ストロークが綺麗か汚いかが、そのまま見た人の印象を決めちゃうっていうちょっと怖いところがあるんですね。線が綺麗だと、うわ、絵がうまいって思われますし、線が汚いと、あれこの人、下手じゃないって思われてしまうんですよ。そう聞くとね、ちょっと線って怖いなって思っちゃうかもしれないんですけど、大丈夫です。じゃあ、どうやったら線を綺麗に描けるのか。これね、単純で、逆にどうやったら線って汚くなっちゃうかを学べばいいと思うんですよ。だって要するに、汚くなる方法を学んで、その逆をやれば、自然と線って綺麗になるわけじゃないですか。今回の動画を見ていただければ、どうやったら線は汚くなってしまうのかを理解でき、そしてその逆、線をきれいにするやり方を確実に自分で体得していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。短い線を汚く描く。はい。ってことでね、お絵描き講座にあるまじきタイトルコールで始まったわけなんですが、短い線を汚く描くためのコツはですね、簡単です。まず一つは手首を固定して描くこと。そしてもう一つはゆっくりとしたストロークで描くこと。そして描きづらい角度で描くことです。実際に描いてみましょうか。はい。手首を動かさないで、しかもゆっくりと描きにくい角度に線を描いていきます。はい、汚い。ほら。ちょっと線がヨレヨレっとなっちゃって、このね、汚なって思いましたよね。これだとどう頑張っても下手っぴな絵に見えてしまうんですよね。じゃあどうすればいいのか。簡単です。これの逆をやればいいんですよ。その前にまずね、ペンの設定を見直してみることも重要なので、簡単にポイントを見てみましょう。一応今回は Photoshop で説明しますが、クリスタとか他のソフトでも同じような設定がありますので、まずは設定を見直してみてくださいね。まずはこの部分、ペンの間隔って結構大事です。ブラシの設定を開いて、ブラシ先端のシェイプを見てみると、この間隔っていうところの数値が30とか40とか広めになっちゃっている時があります。線画を描く場合にはですね、ここは1とか広くても10ぐらいかな。とにかく小さな数値にしてください。これだけでも段違いに綺麗な線が描けるようになると思います。それと筆圧感知ですね。シェイプというところにチェックを入れて、コントロールで筆圧を選択。最小の直径を小さくすることで、線の太さが筆圧で細くしたり太くしたりできます。入り抜きを多用するような絵柄の人は、特にこの設定は忘れないようにしてください。これで綺麗な線を描く土台が整いました。改めて綺麗な線を描いてみましょう。さっきの逆をやればいいわけですから、手首の位置は一箇所に固定しつつ、手首のスナップだけで描きます。さっきとは逆に、ゆっくりではなく素早くペンを動かします。線が描きにくい角度の場合には、画面を回転させて描きやすい角度にしましょう。手首のスナップに沿わない線はどうしても綺麗に描きにくいです。画面を回転させるか反転させて手首のスナップで描けるような角度に調整します。はい、どうでしょう。最初に描いた線と後に描いた線、見比べると違いは歴然ですよね。長い線を汚く描く。さて次に長い線を汚く描く方法についてお伝えしていきましょう。コツはですね、簡単です。こちらは逆に手首のスナップを効かせて画面を大きく拡大して、そしてゆっくりと何度も小分けにしながら線を描いていくことです。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。ほら、ね。汚いでしょ？これを避けるためには超簡単。今の逆をやればいいわけですから、短い線を描くときとは逆に手首はがっちりと固定、スナップを効かせません。そして画面はやや引き気味、あまりアップにはせずに線の引き始めと引き終わりが画面に収まるように調整しましょう。そしてゆっくりではなく素早くシュッ。ほら、どうでしょう？もう一回やってみますね。シュッシュッシ
ほら、見比べてみましょう。さっきの線と今の線。もうね、全然鋭さが違いますよね。めっちゃ綺麗に描けたと思います。ポイントは手首の固定と長いストローク。これを自信を持って素早く描くのがコツです。線はね、はみ出しちゃうと思いますが、それは後で消せばいいんです。デジタルの強みを最大限に活かしつつ、長いストロークで綺麗に線を描きましょう。すべての線を汚く描く。はい。なんかもう救いようのないタイトルコールになってきたんですが、短い線、長い線、その他にもカーブしている線とか飛び飛びの線とか、線の種類はいくつかあると思うんですが、その全てに対して汚く描くコツがあります。それが一発書き。線を描くときにですね、こんな風にワンストローク、一回描いただけで線を描いていくと、めちゃくちゃ熟練していて、そういう訓練をしていない人は結構ね、汚くなっちゃうことが多いんですよ。ほら、なんかこう、特に書き始めと書き終わりのところがね、むにょって、ちょっとあんまり気持ちよくない書き終わり方になっちゃうことが多いんですよね。そんな時にはどうすればいいのか。今の逆をやればいいわけですから、答えは簡単です。一発で書くのではなく、もう何度も何度も線を重ねること。そうすることで、ほら、意図していない線のよれや、あまりうまくいかなかったニュアンスも線を重ねることによって補正できますから、結果的に線が綺麗に描ける。もっと言うと、整えていけるわけなんです。いや、これね、考えれば当然のことなんですよ。だって、一発で綺麗になんて、普通できるわけないじゃないですか。いや、やっぱりね、熟練の職人でもない限り、ただの一回で綺麗に決めきることなんてね、無理です。そんなの無理だともう諦めて、一回でできないなら回数を重ねて、線を綺麗に整えていくこと。そう決めてしまうことで、線は圧倒的に綺麗に描くことができちゃいます。実際に描いているところ。さあ、それでは実際に下書きから線を描いていく過程を見ながら、さらにポイントを解説していきましょう。汚い線の描き方はもう大体説明できましたので、ここからは綺麗な線の描き方をお伝えしていきますね。ここでも実際に描いている画面と手元の画面を同時に映していきます。まずはポイントなのは、髪の毛のような長いストロークの部分はシュッと一発で綺麗な線を描く方が、いいですね。ただそれでもストロークの途中で線が思い通りにいかなかった場合は、途中から消してさらにもう一度綺麗な線を描き足していくということをやることが多いですね。髪の毛の場合には線をあまり重ねてしまうとバサバサーっとした質感になってしまうので、ツヤツヤした髪の毛にしたい場合には線はあまり重ねず、なるべく長いストロークで描いていくのがコツです。はい。そして髪の毛以外の部分になるとちょっと描き方が変化します。見ていただくとわかると思うんですが、やはり髪の毛のように一発で線を描いていく部分もあるにはあるんですが、それだけだとね、ちょっと単調になっちゃったり、そもそも一発で決めていくのが非常に難しいので、このようにかなり何回も線を重ねたり、途中細かな調整を加えながら線を仕上げていくことの方が多いですね。特に線の始まりと終わりの部分を描くときには、ペン先を細かく動かして形を整えながら描いているのがお分かりいただけると思います。ペン入れってイメージ的にはシュッ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 ってね、かっこよく素早く描いていくのが良いと思われがちだと思うんですが、それでうまく描けたらいいんですけど、でもそれだとちょっとうまく描けないなっていう場合には、このように何度も線を重ねながら形を整えながら描いていくとうまく描ける場合がありますね。それとアンドゥ機能、つまり取り消し機能ですが、これもかなり頻繁に使っていますね。一度線を描いて気に入らない部分はコマンド Z をすぐに押して線を描き直します。もしかしたらね、プロは一発で綺麗な線を引かなきゃいけないなんて思い込んでる人は多いんですけど、実際は何度も重ねている、もしくはこのように何度も描き直しています。もしかしたらデジタルで描くときにやり直すのは卑怯なのではと思ってしまう人がいるかもしれませんが、僕はアンドゥ機能は躊躇なくどんどん使います。だってそっちの方が作品が良くなるから。良くなるんだったら積極的にやった方がいいですよね。ただあまりにもね、アンドゥを多用しすぎると、ずーっと左手をコマンド Z に置いておく必要があり、肩がね、どうしても凝ってしまうので、そんな時には左手デバイスを使うとアンドゥが
非常にやりやすくなります。これで線を綺麗に引くことだけに集中できますよね。あとは線を描いていくときは特に僕は画面を回転させることが多いですね。普段動画を撮るときには僕は意識して画面を回転させないように努力しているんですが、これはあくまで動画の見やすさを第一に考えてのことです。普段作品を描くときにはやはり画面を回転させてストロークをスムーズにできた方が線が綺麗に描けますので、当然作品のクオリティが上がります。あとですね、線をまたぐ時の描き方、これは何度か言ってることなんですが、別レイヤーを作って一気に描いてから不必要な部分は後で消すというのも大事なポイントです。線はやはり勢いが大事な時が多いので、意図して味のある線を描く時以外はなるべく一気に線を引いてしまって後からいらない部分を消す。そうすることで途中で途切れている線も勢いを殺すことなく綺麗に描き切ることができるんです。特に髪の毛はこのテクニックを多用する部分なので覚えておくと役に立つと思います。そしてここもポイントですね。顔の中身を描くとき、ここは特に一発描きだとちょっとね淡白になりすぎてしまうことが多いです。もちろんそういう絵柄もあると思うんですが、特に頭身が高いイラストの場合には他の部分よりも何度も線を重ねてより情報量を上げていくとイラストの見栄えがぐぐっとアップすると思います。ほらよく見てみると他の線を描いていく時よりも目の線の場合にはわざと線をずらして描いたりして線が何度も重なっていることを特に強調するような描き方をしているのがお分かりいただけると思います。こんな風に一口に線と言っても手首を固定してスーッと長いストロークで描いたり、手首のスナップを効かせて短いストロークで描いたり、あるいは手の先を細かく動かして何回も線を重ねたり整えていったり、細かいテクニックを意識することで線画は格段に綺麗に描けるようになるはずです。手の動きや腕の動きまで意識したことないよっていう人はぜひこの描き方頭に入れておいてくださいね。はい、今のテクニックを駆使して仕上げていったイラストがこちらですね。いかがでしょうか。今紹介したテクニックを意識して描くと線に迷いを感じなくなり、綺麗で整っていて自信のある強い線が描けるようになると思います。どうしても線を描くときにヨレヨレっとしてしまってなんだかうまく描けない、仕上がりが汚くなってしまう、そんな方がいらっしゃいましたら今回紹介したポイントを意識しながら改めて線画にチャレンジしてみてください。きっとあなたの理想通りの線に近づくことができるはずですよ。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また今回は線を汚く描くコツを通してその逆をやることで線を綺麗に仕上げるためのコツを紹介してきました。また線をうまく描くためのコツは他にもいくつかあって誰でも簡単、絵がうまくなる、すぐに実践できるテクニックでは線をうまく描くためのテクニック基礎編を、そして超重要、使ってますか、線画の優先度では応用編をお伝えしております。いやー、自分で紹介しておいてここまで言っちゃって大丈夫なのかなっていうぐらい詳しく線について解説した動画なのでちょっとね紹介するのを躊躇しちゃうんですが、線で悩んでいる方にとってはすごく役に立つ内容になっていると思いますので、興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。大切な情報を忘れずにお届けするためにベル通知音の設定もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後にお知らせをさせてください。誰よりも早く絵が上手くなりたい、もっと効率的に上達のポイントが知れたらいいのに、あれ、あのお役立ち情報どの動画だっけ、もう動画を見返すのがめんどくさい、そんなことってありませんか。朗報です。なんとあの3ヶ月上達法が本になりました。この本を読むとイラストが最速で上達する理由が3つあります。1つ目は僕自身で実証済みだから。僕は30歳の時にモンスターを描くモンスター絵師からキャラクター絵師に転身を果たしました。最初はキャラクターを全く描けない状態から3ヶ月でキャラクターイラストを上達させ仕事につなげ、そして実際にキャラクターイラスト業界で活躍できるようになりました。この本はその実体験をもとに超効果的な上達法のやり方を分かりやすく丁寧に解説した本なんです。2つ目は経験者の声が参考になるから。一人でこの上達法にチャレンジしているとふと思ってしまうことがあります。これって本当に効果あるのかな。斉藤さんには効果があっても
も自分には効果がないんじゃないだろうか。いやいや、安心してください。この本には実際にこの上達法に取り組んで、そして成果を上げた人のビフォーアフターの作品例6例掲載させていただきました。しかも作品だけではなく、難しかったこと、意識したこと、そしてつまずいた時にどう乗り越えたのか、など、僕だけではなく、その人なりに工夫したことも一緒に掲載させていただきました。僕だけでは拾い切ることができなかったユニークな工夫も、あなたのイラストの上達の手助けになると思います。そして3つ目は、情報が体系的にまとまっているから。3ヶ月上達法の動画、現在180万回以上再生されている人気動画なのですが、それゆえにこんな質問も多かったです。言ってる内容はすごくわかるんだけど、もっと詳しい情報が欲しいな。上達法のやり方だけではなく、関係がある練習法もわかりやすくまとめてほしい。任せてください。この本はですね、第1章、第2章と課題が与えられますが、その課題をこなす上で、この情報があるともっと深く内容が身になるよ。といったイラスト講座も一緒にまとまっているんですね。さらにもっと突っ込んで勉強したいという人には、もっともっと深掘りできる動画のリンクも掲載されていますので、QR コードをスマホでパシャッと撮って動画講座を受講することもできちゃいます。あなたはこの本を手にして、そして内容を実行した時、手にすることになるでしょう。他の追随を許さない圧倒的な描写力、そして何よりもあなたの夢を実現させるための力、思いを形にする力を。興味がある方は動画下の概要欄の URL からチェックしてみてくださいね。ブースにて、もしくは Amazon にて、本の方は2200円、ダウンロード版は1250円でお買い求めいただけます。あなたのイラストの上達の手助けになれますよう、全力で応援しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。